ニートアルピニスト、プロ下山家、演出家、営業マン、劇場型登山、単独無酸素7大陸最高峰、エンターテイナーと異名を持つ栗木信一。登山とネットをつないだという功績に間違いはないが、登山家としては 3.5 流のレベルだと言い切る人もいる。夢、冒険の共有、単独無酸素で7大陸最高峰登頂を掲げて登山界で一躍有名になったが、彼の言動と行動には疑問が残る。彼の言う単独無酸素とは一体何だったのか。山という劇場で7大陸最高峰登頂を目指した栗木信一の人生を紹介していくよ。栗木信一は1982年6月9日生まれ、北海道出身。当時付き合っていた彼女が登山をやっていたという理由で登山を始める。2002年年末、北海道で1週間程度、標高 1000m 前後の雪山で年越し縦走をする。登山家として本格的に活動を始めたのは2年後の2004年5月、6190m のマッキンリーに挑戦。しかも彼にとっては初めての海外旅行、ほぼ登山未経験からという無謀な登山計画だったが、6月に奇跡的にマッキンリーを登頂することができた。この経験が栗木氏の人生を大きく変えることになる。その翌年の2005年、南米最高峰のアコンカグア、ヨーロッパ最高峰のエルブルーフ、アフリカ最高峰のキリマンジャロ、2006年にはオセアニア最高峰のカルステンツピラミッド、2007年には南極大陸最高峰のインパクト、世界第6位の標高 8201m であるチョ・ユーを登頂。その様子は当時のテレビ番組「電波少年」で全国放送。ニートのアルピニスト、初めてのヒマラヤというタイトルで登頂の様子を収めた動画が放映され、全国的に認知度を広めた。2008年には世界第8位のマナスル 8163m に登頂。彼曰く単独無酸素登頂を達成したが、この登頂記録はヒマラヤンデータベース日本山岳会の双方から認定はされていない。彼の登山は極地方で栗木隊と呼ぶ大規模なサポート隊を編成し、ベースキャンプから隊員の手を借り、次々と前進キャンプを設営して進んでいた。登山界の一般的な認識として、単独とはベースキャンプを基準にして、ベースキャンプより上で他者からのサポートを一切受けず、他のチームが設営したテント、固定ロープ、はしごなどを使わないで登るアルパインスタイルと考えている。また無酸素とは酸素ボンベを使用しないで登頂することだが、本来は 6000m 以上でしか酸素ボンベを使用しないことから、7大陸最高峰のエベレスト以外の山で無酸素という言葉は適切ではない。つまり登山界の常識として考える単独無酸素ではないとした。この頃から彼の登山家としての勢いは加速していく。2009年、世界第7位高峰のダウラギリ 8167m に登頂。この登山中に初めてインターネット生中継を行った。2009年、世界最高峰のエベレスト 8848m に初挑戦。しかし体力の限界によって 7950m で敗退してしまう。2010年、世界第15位のアンナプルナ 8091m の登頂を目指すが、7700m 地点で敗退。それから3ヶ月後、2度目のエベレスト挑戦、7750m で敗退。同年末に登山とインターネットを結んだ功績が評価され、ファウスト大賞を受賞した。最もファウストな人物に贈る最高栄誉の賞。2011年には世界第14位のシシャパンマ 8013m も体調不良で敗退。同年8月末に3度目のエベレストを目指すも敗退。翌年2012年8月末、4度目のエベレストに挑戦。7700m で敗退。6400m 地点で人差し指が凍傷になっていたにもかかわらず、登山を続行してしまったことにより、下山途中に凍傷が悪化、救助申請をせざるを得ない状況になる。それからシェルパによって 6400m まで降ろされた後、ヘリコプターでカトマンズの病院に搬送された。翌2013年11月から2014年1月にかけ、右手親指以外の指9本、第二関節から切断する手術が行われた。
以降2年間は登山活動ができなかった。栗木氏が登山活動を再開したのは2014年7月、世界第12位候補のブロードピーク8047メートルに登頂に成功。翌年2015年、5度目のエベレスト登頂に挑むも敗退。2016年、6年前に敗退したアンナプルナに再度挑戦するも敗退。同年、6度目のエベレストにて7400メートル地点で敗退。2017年5月29日、7度目のエベレスト挑戦、ネパール側のノーマルルート6800メートル付近で断念。そして2018年5月、8度目のエベレストへの挑戦だった。この挑戦中にインターネットに接続し、ブログや SNS などにリアルタイムで報告を上げていた。5月20日には自身の Facebook で7400メートルに到達したことを投稿。翌21日に体調の悪化を理由に下山することを書き込んだ。この書き込みから栗木氏との無線連絡が途絶えてしまった。無線の反応はなし、栗木氏のヘッドランプも見当たらなかった。エベレストを登頂した人の多くは北陵ルートを選択している。栗木氏が最後に挑戦したエベレストは最難関とされる南西壁ルート。さらに単独無酸素である条件で成功した者は誰もいない。1975年にイギリスのダブ・スコット氏がエベレスト南西壁での初登頂をしているけど、この時の彼は単独ではなかった。南西壁ルートで単独無酸素の登頂を成功させた登山者はこれまで一人もいない。無謀と言わざるを得ない挑戦をした。栗木氏はまだ35歳という若さだった。撮影隊が栗木氏のルートを登って捜索したところ、滑落し低体温の栗木氏が発見された。亡くなる直前まで SNS で私たちに冒険の共有をし続け、20日更新の音声では苦しみと困難も感じ、感謝しながら登っていますと語っていた。冒険の共有をテーマに単独無酸素で7大陸最高峰を目指した。この栗木氏のスタイルを批判する声もあり、登山有識者や関係者からは無謀な挑戦のゆえに起こってしまった悲劇に厳しい声が上がっている。2012年エベレストに挑戦した時に重度の凍傷を負い、両手の9本第二関節から切断していることから岩もつかめずティッケルを使うのが困難と有識者から指摘されていた。こういったハンディキャップがありながらもエベレスト登頂への最難関である南西壁ルートを選び、さらに単独無酸素は無謀すぎる。栗木氏自身がどう思っていたのかはわからないが、無謀な挑戦を周囲が止められなかったのか。栗木氏が偏境的に追い詰められていたのではという声も少なからずある。栗木氏の父親はおそらく山に登ってエベレストで命を落としたというのは逆に交通事故よりは息子にとって幸せかなと思っています。いつか登山で命を落とす日が来ることを覚悟していたと胸の内を明かしている。冒険の共有、無謀と言われた大胆な夢を掲げて史上初の生中継生配信、新しい世界を見せてくれた栗木氏。登山界に新星のように現れて目まぐるしい速さで偉業を達成し続けた。栗木氏が若者に大きな勇気と希望を与えていたからこそ今回の事故をとても残念に思う。栗木氏が残してきたこの大きな功績と記録は後世に語り継がれるものだろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。